こんにちは。お元気ですか？私は今ちょっと疲れててお元気ではないですが、ちょっとベッドに寝っ転がって休憩しながらポテポテ喋ってます。ちょっとね、今週はいろいろやろうと思ってたことがいつもより多いので、ちょっとそれで疲れてしまいました。パソコンとかをずっといじってたんでね、目も疲れるし、もうなんかね、背中がすっごく痛くなっちゃって、ピリピリして、そして目も使いすぎたのか今頭も痛くて、結構気分的にはだいぶ低いですでもね、なんかね、今週はね、この YouTube 2回アップしようと思ったからね、週の半ばでこうやって喋ってるんですけども、うんとそうそう、米ね買ってきましたよ。白米、2キロほど買ってきました。私の住んでるエリアはね、米売ってる量は減ってるけど、全然買えないっていう感じではないですね。米の棚が少なくなってるけど、かろうじてポチポチ残ってる感じでね。それでいろいろ迷ったんだけど、2キロのお米を買いましたね。でそのうちいつも買ってるお店のその玄米をね、三分好きにしてくれるところで買えたらいいなっていう風に思ってるんですけど、とりあえずは久々の白米生活で、それはそれで新鮮かなって思いました。たまに白米食べるとね、めっちゃうまいんだよね。ただね、今回買ってきたお米ね、そんなに美味しくなかったんだよね。なんでかなわかんないけど、炊飯器の力が足りなかったんだろうか。とりあえず白米が2キロほどあるので、とりあえずって感じですね。なんか前回の動画で結構コメント欄でね、うちの方お米全然ありますとか、逆に全く買えないですみたいなのが結構あって、地域によってどうやら全然違うっぽいなっていうのが分かって、なんかすごくへーって思いました。やっぱいろんなところに住んでるいろんな人の意見が聞けるのは、意外とこのチャンネル持ってるのってメリットなんだなっていうふうに思いました。南海トラフのエリアに住んでる方はちょっと前からもう米が買い占めとかあったっていうコメントもありましたので、その辺に住んでらっしゃる方はお米が買えなくって大変ですよね。本当私みたいに一人暮らしだったらね、本当に何食っててもいいけど、お子さんがいたりとかね、他に家族がいたりとか、ご老人がいたりとかね、そうするとやっぱお米ないとちょっとね、いろいろ困っちゃいますよね。皆さんにね、お米食べさせてあげたいですしね、自分はどうにでもなるけどっていうね、ことはありますもんね。でも米不足っていう言い方にはなんかちょっと、なんかしっくりこない感じがありますけどね。米って多分不足してるのってちょっとおかしくないって気がするんですけどね。普通に備蓄って結構あるはずだしさ、それをなぜ出さないのかはよくわかんないんですけど、備蓄って国の方のね、ちょっと前まで減反言ってたくせにねうん。まね、本当だったら普通に一民衆としてはね、お米農家さんは減らずにずっと美味しいお米を作ってくれて、さらにできたら日本の美味しいお米がね、外国に輸出できて、輸出産業とかになってね、それで外貨を稼げるようなお米っていう
輸出の農産物になったらなんかいいよななんて簡単に考えちゃいますけどね。まあいろいろ国際問題とかなんちゃらとかでね、そういうのも難しいんでしょうね。それどころか減反しちゃうくらいですしね。まあ知らんけどね。でも私は昔からお米すごい好きだし、お米農家さんが減ってしまうのはちょっとね、それはいかんですよっていう風に思ってます。ただね、昔と違ってきっとこの農業っていうのもね、機械でいろいろできる部分っていうのが多くなってると思うので、農家さんが減ってもそういう技術の発達で生産できる量っていうのはきっとカバーできる部分っていうのは知らんけどあるんじゃないかなっていうふうにね、素人考えではあるんですけども、まあどっちにしろお米はね、ある程度こう減反せずにお米作ってってほしいなっていうふうに思いますね。だって米が好きだから。まあパンも好きだけどね、私炭水化物が基本的に好きなんですよ。そういえば昔とかなんかよく好きな食べ物何とか普通の会話でよく聞かれるじゃないですか。その時私炭水化物って答えること結構ありましたもんね。米とかパンとか、まあ米とかパンですね。パスタとかうどんとかも好きですけど、やっぱ米とパンが好きって感じですね。うん。であんま肉とかはそんなに好きでもないから、気をつけないとタンパク質不足になっちゃうっていう感じですね。なんか昔からなんでみんな何食べに行きたいって言われると焼肉とか寿司とか、なんでこの2種類なのかが私はちょっと意味がわかんないんですけど、そんなに肉が好きでもない人種の私からすると、肉より魚派なんで魚の方が好きっていうと、じゃあ寿司だねっていう話になるんですけど、いやいやいや、なんかそう生魚寿司じゃなくてさみたいな、生魚も好きなんだけど、そういう魚じゃなくて普通に焼き魚とか食いたいよっていうと、でも外食とかだとそういうのって結構普通の定食屋みたいのになっちゃったりとか、もしくは居酒屋とかね、普通の居酒屋とかになっちゃうから、ちょっとあれなのかもしれないですね。うん。なんかこう覇気がない喋り方しててすいません。なんかね、ちょっと今頭も痛くてね、ちょっとねパソコン見すぎちゃったのか、目から来てるのか、全身の肩こりとかね、そういうのから来てるのかちょっとよくわかんないんですけど、ここ数日結構仕事じゃないんだけど頑張ったから仕事じゃないんだけどっていうのがポイントなんだけど頑張ったからちょっと体疲れちゃってちょっとヘロヘロしてるんですよね。でなんかね、あの最近習慣として毎朝簡単なヨガをやってるんですよ。本当はヨガとか私あんま好きじゃないんだけど、コンディショニングとしてやってるんですね。腰痛予防とかもあるんですけど、最近はこのずっとパソコンとかをやってる時間が長いから、前言ったけどちょっと首をビキってやったりとか、肩こりがひどくてどうしようもなかったりとか、そういう症状になっちゃったんで、なるべく毎日ヨガをやるのをね習慣にしてて、夜は疲れちゃってるんでね、なんか朝やることにしてるんですよ。で毎朝ヨガやってるとね、なんかうわ今日は体調がちょっと良くないなとか、なんか疲れちゃってるな朝からとか、そういうのがすごいよくわかりますね。なんか普通に生活して、皿洗ったりとかちょっと動いたりとかしてるぐらいだと体調の差って微妙にそんなに分かんなかったりするんですけど、毎日ヨガとかそういう同じような動作をしてると
うわー今日はこのヨガのゆったりしたこの動作がだるくてたまらないとかね、このポーズを決めてこうじっとしてるのが辛くてしょうがないとかね、その負荷的には全然大変な運動というかポーズとかじゃないんですけど、そのやっぱ体調によってなんかそういうのが結構わかるから、そういう意味でもこういう習慣としてヨガとかやるのはいいのかなっていうふうに思いました。まあ毎日ヨガやることによって肩こりとかそういうずっと座ってなんかしてるっていう、それは若干こう解消っていうのかな、ひどくならずにどうにか保ってるみたいな感じなんで、続けていこうと思ってるんですけど、そんな感じですね。そうでもなんかね疲れちゃってねでどうしたらいいのかな、疲れてできないけど、でももっといろいろ頑張らないと、でも体が疲れて多分やっても目も辛いし肩も辛いし体だるいちょっとこれ大丈夫、これこんな内容 YouTube にアップして誰得なのっていう感じなんですけどまあ皆さんも疲れることありますよね会社とかでもね、いろいろこう人間関係にも疲れることあるでしょうし、そういう時はね、まあ家に帰ってビールでも飲むのがまあ一番安全になんだろう、ちょっと脳みそが回らないんでちょっと言葉が出てこないんですけどビールとかねアイスがね寄り添ってくれますよ、全人類平等にそうその2つは裏切らないんでね、安心してコンビニに行けばいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで皆さんまだコロナもそうそうコロナもまだ流行ってると思うんで、そうだね、私もあんま無理して免疫落ちて結局コロナとかになったらまあね逆にコスパ悪いんで、今日はこのままちょっと休んでもいいのかなと思ったりしたりなんかしたりした感じですね。ではそれではまた。